こんにちは、みなせです。今回は神戸周辺のカフェを5つ紹介したいと思います。チェーンのお店は一切なくて、隠れ家的なカフェをメインで紹介しているので、きっと行ってみたくなるようなカフェに出会えるんじゃないかと思います。それと概要欄にお店の URL を貼っているので、思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利です。それでは早速紹介していきます。最初に紹介するのは JR 三宮駅から徒歩10分のところにあるカフェジーナさんです。このお店は雑居ビルの8階にあるお店なんですが、本当にここで合ってるのかなと思うくらい隠れた場所にお店がありました。店内は思っていたよりも広く、木のぬくもりと間接照明の穏やかな光に照らされた落ち着いた空間になっていました。 Google マップにも店内の写真も載っていたんですが、自分の目で見た方が店内はおしゃれな雰囲気で、やっぱり実際足を運んでみないとわからないことも多いなと改めて感じました。お客さんの層に関しては若いカップルや女性の方も多かったんですが、40代くらいの男性の方もいました。ソファー席以外にもカウンター席もあるので、一人でも入りやすいと思います。メニューに関しては僕が行った時がお昼時だったので、ランチメニューとカフェメニューがありました。フードのメニューは予想以上に充実していて、パスタとオムライスだけで36種類もあるみたいです。通常であれば夜も22時まで営業していて、ワインも種類があったので、ディナーの際にも利用できると思います。このお店はいろんな種類の濃厚なチーズケーキが美味しいとのことなんですが、お腹が減っていたので、今回僕は1000円のオムライスのセットを頼みました。このお店でチーズケーキを食べたことがある方は、ぜひどんな味だったのか教えていただけると嬉しいです。オムライスは黒毛和牛と淡路玉ねぎのデミシチューオムライスを選んだんですが、牛肉の旨味と玉ねぎの甘さがオムライスの美味しさを引き立てていて、とても美味しかったです。皆さんもぜひカフェジーナさんで素敵な休日を過ごしてください。続いて紹介するのは三宮駅から徒歩5分のところにあるカフェケシュパールさんです。このお店は視聴者の気まぐれいちごさんとラコッセさんに教えていただいたお店で、チーズケーキの美味しい隠れ家的なカフェになります。教えてくださったお二人ありがとうございました。お店はビルの2階にあって、店内はとても静かで落ち着いた空間になっていました。それもそのはずで、ケシュパールさんは静かな空間で美味しいものを楽しんでほしいというのをコンセプトにしていて、店内での会話は極力静かにすることがルールになっています。お客さんの層に関しては思っていたよりも幅広い年代の方がいて、50代くらいのサラリーマンの方から若いカップルまで様々な方が来ていました。今回手元の撮影のみ許可をいただいたので、店内の雰囲気は映せていないんですが、そこは行ってからのお楽しみにしてください。メニューに関してはチーズケーキとコーヒーのセットが看板メニューになっていて、チーズケーキは数種類から選ぶことができるんですけど、その選んだチーズケーキによって最適なコーヒーを店員さんが選んでくれる形になっていました。今回僕はマスカルポーネのベイクドチーズケーキをいただいたんですが、普段食べているチーズケーキよりも濃厚で、深入りのコーヒーとの相性も抜群でした。ちなみにセットを頼むと、チーズケーキをより美味しく感じる方法が書いてある小さな本を読むことができます。その本によると、最初にコーヒーを口に含んでから一口チーズケーキを食べるんですが、確かにその方法で食べると、より口の中で一体となった美味しさを感じることができました。皆さんもぜひ静かな空間で美味しいチーズケーキを味わってください。続いて紹介するのは三宮駅から徒歩10分のところにあるサタデイズニューヨーク神戸さんです。このお店は一見するとアパレルのみのお店に見えるんですが、実は中でコーヒーをいただくことができます。店内はコンクリートの無機質さと木の温かみが合わさったスタイリッシュな空間になっていて、今回紹介するカフェの中でもひときわおしゃれな雰囲気を醸し出していると思います。実は大阪のカフェ紹介でもサタデーズニューヨーク大阪さんを紹介していて、個人的にとても好きなお店です。空間がスタイリッシュなのはもちろんなんですが、駅からも近く Wi-Fi や電源もついているので、混んでいなければ作業する際のカフェとしても利用できます。この動画では長く説明できないので、
気になる方はぜひ心斎橋カフェの動画を見ていってください。お客さんの層に関しては、僕が行った時は若い女性の方が多い印象だったんですが、口コミを見てみると40代、50代の男性の方も多かったので、どの世代の方でも気軽に行けると思います。席に関しては長い木のベンチになっていて、20人くらいは座れるようになっていました。このお店はテーブルがないので、長居するというよりはコーヒーや会話を楽しみに行くのがいいと思います。メニューに関してはコーヒーと焼き菓子が中心になっていて、コーヒーだけだったら500円前後で、焼き菓子を頼んでも1000円前後で収まるので、比較的リーズナブルな価格になっていました。僕はカフェラテを頼んだんですが、ラテアートも綺麗に出ていて美味しかったです。皆さんもぜひおしゃれな空間でコーヒーを楽しんでください。続いて紹介するのは三宮駅から徒歩10分のところにある井滝カフェさんです。駅からは近いんですが、路地裏の2階にあるお店なので、意外と知らない方も多いんじゃないかと思います。店内は特徴的なターコイズブルーの壁が目を引く、どこか南国を思わせるような涼しげな空間になっていました。今までたくさんのカフェを巡ってきましたが、その中でもこういった空間のカフェはかなり珍しいと思います。個人的には変わった空間やおしゃれな空間のカフェが好きなので、結構好きな空間でした。お客さんの層に関してはやはりフォトジェニックなお店ということもあってか、女性のお客さんが多かったんですが、カウンター席もあったので男性でもフラッと入ることができると思います。メニューに関しては体に優しいビーガン向けの料理が多く、サンドイッチプレートやグリーンカレーなんかもありました。また今回僕はフレンチトーストを頼んだんですが、スイーツのメニューでもバナナケーキは乳製品や卵を使用していないそうなので、ビーガンの方でも楽しめると思います。最近は徐々にカフェでもビーガンの方向けのメニューを出しているお店も増えてきましたが、それでもまだ少ないので、アレルギーのある方やビーガンの方はぜひ行ってみてください。ちなみにコーヒーは京都のウニールさんというお店のこだわりのコーヒーを使用しているので、コーヒー好きの方にもおすすめです。今回僕が頼んだフレンチトーストは厚切りのパンに卵がしっかりと染み込んでいて、濃厚なバニラアイスとの相性も抜群で食べ応えがありました。フレンチトーストは680円と手間がかかっている分、他のスイーツよりも若干高いんですが、美味しいので皆さんもぜひ食べてみてください。最後に紹介するのは西舞子駅から徒歩4分のところにあるグッドツーベースさんです。このお店は明石海峡大橋が見えるスタバに行った時に見つけたお店で、一見カフェには見えないんですが、カフェ利用もすることができます。このお店はグッドツーガーデンという庭作りの会社のショールームも兼ねていて、テラスには階段状にウッドデッキを活用していて面白い作りになっていました。席に関しては基本的にウッドデッキのテラス席で広い作りになっていたので、20人から30人は余裕を持って座れると思います。ただテラス席なので基本的に雨の日は近くにあるスタバがおすすめです。ここで余談なんですが、皆さんは関西以外のカフェって興味ありますか？僕はいろんな場所のカフェに興味があるので、そのうち関西以外のカフェも動画にするかもしれません。もちろん関西のカフェもまだまだ紹介できていない場所もあるので、引き続き紹介していきたいと思っています。メニューに関してはコーヒーや紅茶といった定番のものからフードはピザまでありました。今回僕はコーヒーを飲みすぎてしまったのでコーラを頼みました。正直このロケーションで350円はお得すぎると思います。今回僕がこのカフェに行った理由が何といってもこの抜群のロケーションで、目の前の視界を遮るものがないんですよね。近くのスタバも明石海峡大橋が見えてすごく景色は良かったんですが、サンセットを見ることができなかったので、景色がよく見えるこのカフェを急遽探しました。ちなみにこのカフェは砂浜にも行くことができて、海を近くに感じることができるので、かなりおすすめのお店です。皆さんも絶景を見にグッドツーベースさんに行ってみてください。これで今回の紹介動画は終わりになります。
気に入ったカフェが見つかった方は、ぜひ気軽にいいねやコメントいただけると嬉しいです。正直いただけるととても嬉しいです。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。